皆さん見る限りこの場所どこだと思いますか？拓殖大学のトラックにお邪魔させてもらっております。本日はねスペシャルなランナーとしてですね、1人目拓殖大学のコーチ飯野真也コーチをお呼びしていきたいと思います。めちゃくちゃ綺麗な走りなので楽しみにしててください。この美しい走りが 1500m 見れますので、皆さんねめちゃくちゃ楽しんで見ていただけたらと思います。じゃあお願いします。Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine.悩んだんだけど、どうしようか考えたんだ。ずっと結び直すのか、結び直したら面白いですよ。俺いいじゃないですか。どう思います？コーチ的にラスト1周だったら靴紐がほどけてゴールしません。DNF です。そういうことです。でもこの靴紐が取れた時ってちゃんと結んだ方がいいですよね。絶対そのまま走んだ方がいいですよね。絶対そのまま走んない方がいいです。でも案外こういう失敗しないとみんなやるんです。そうですよね。やった子がやっとちゃんとしっかり縛らないかな。紐をしっかり結ぼうだよ。結ぼうの会。そんな会やっけ？になりました。いろいろ起きましたけど、とりあえず皆さん靴紐は取れたら絶対走んないでください。そういうでも最強の絶対ありますあるよね。僕これぐるんって回します。いいですか、三塚君、ちょっと教えてもらってもいいですか？僕はいつもまず普通に蝶々結びします。でみんなこのままだと絶対ほどけるじゃないですか。ほどけました。なのでこれをこのつまみの部分をくるっと回して1回入れるだけで全然ほどけないんですよ。しかも外す時もこれでほどけるので取りやすく結びやすい。でレースとかでどうしてもほどけたくない時、本当にレースとかの時はこの蝶々結びをもう1回結びます。もう1回結びます。でこれでここまでやるとベロベロもしないし、本当だ、これでしっかりまとまるしほどけないのでおすすめです。これ自分でなんか編み出したというか、これいいなと思ってやってるんで、ぜひみんなも使ってみてね。使ってみてね。やってみよう。私の 1500m、5分27とか。いやちょっと最近走りが進化した気がして、今日はまあまあ記録出すつもりできたんだけど、靴紐なくても靴紐なくてもダメだった。やっぱりちょっとそんなすぐうまくはいきませんね。コツコツ続けていきましょう。とにかくちょっと5分切りしたいんですよ。ちょっと飯野さんにいろいろ教えてください。教えていただきましょう。ちょっと私の走りはちょっと今日はもうとんでもない走りになっちゃったんですけど、ちょっとそんな私におすすめ
3つの動き作りちょっといただけたら嬉しいなと思うんですけど、こんな私ちょっともっと私動ける、この辺から動けるようになったつもりだったんですけど、やっぱじゃあこの辺を動かしたいんですよね。動かしたいです。動かしたいんですよね。やっぱどうしても、きついやつやってもいいですか？すごいね、いいのコーチが優しい顔できついことを結構ね、いいですね。きついのはもう喜んでやります。3つですか？はい、3つ。ちょっとやっぱまだくの字になりがちだったり、硬いかなと思うことが多いですけど、やっぱり体幹をしっかりしたいと思ってるんで、ですよね。お願いします。私がさっきアップの時に動き作りやってたやつ、やりましょう。お願いします。なんか面白い動きいっぱいやってましたよね。あ、そうですか。まあでも基本的にはやっぱり可動域を広くしたいのが一つなのでやります。お願いします。一番最初で1、2、3で下に深くラジオ。はい。この深くした時にしっかりぶれないようにするの。はい。で6回ぐらい3してまた走ると案外やっぱりここからここまで大きく広く取ってるので、その後動きやすい。リズム感もなんかいけそうですねこれ。はい。リズム感も含めて。ちょっとやっていいですか？はい。1、2、3。で手も加えると。手と足が結構うまくね。かっこいい。手がつくとかっこいいですね。はい。あ、でもなんかだんだん、はい。だんだんできるようになってきます。だんだん動ける。はい。軽やかに流しっぽく生きることができる。はい。今度このスクワット。はい。これすごい面白そうだった。体勢にするんですけど。はい。ジャンプしてここをキープ。はい。だから膝はあんまり出さないように。はい。後ろにも行かないように。これすごい。じゃあ2つ目。何のためにやるんですか？やっぱりまずこう体幹しっかりしてバランスをふらつかないことをまず重視に考えたりします。はい。でやっぱりこのスクワットってしんどいんで、それをアップの中にもう負荷にもう入れちゃう。はい、実際には走ってる時ってもっと負荷かかってるんで、できる限り負荷を先にかけとくと、後が楽になるんで、なので自分の体重力を耐えられるように踏ん張る必要がアップの中であります。でもちょっとやりすぎると故障するんで、そこだけ気をつけてください。だからしんどいなって思ったら別にここまで深く下げなくてもいい。これくらいでいいんで。これやっぱりあれですね。つま先から着地してみてください。つま先から着地。はい。そうでかかとにちゃんとかかとまで行く。はい。つま先から私どうなってたんですかさっきは？面です。面でやってたんで、振動がもろにくるやつなんで、つま先着地でかかとまで、でかかと重心これぐらいまでいくくらいな気持ちで大丈夫です。重心がだから重心がここからこういう風に流れていくようにすると衝撃がそんなにないです。難しいですね。意外と難しいですね。難しいです。これは練習していきたいと思います。で終わったらまた走り出す。じゃあ3点目最後。今度肩甲骨とあと肺を大きくしたいので、やっぱりここって上半身ってすごくよく使うんですよ。でもなかなか動き作りに上半身ってあんま使わない作らないじゃないですか。なのでここを大きく広げる肺を大きくしたいから広げます。で肩甲骨を締めます。ここも引っ張るここを大前提にこれやってましたね。面白いなと思った。これ無理やり後ろに引くときに全部後ろに引く。でそれを反動で前に出す。一石三鳥だ。前に出す。だから胸を張るのを
意識して笑ったでしょ。やってよ。みんな笑ってんだったら自分でやって、鏡の前で。引く引くちょっと引く。こうですか。そうです。それを右左右左。ちょっと待って。片方逆になって、それが正解。ああ、綺麗。もう一回だけ見せてもらっていいですか。はいいきます。あとこれでできなかったらもうあと練習するからもうね。はい、いきます。あ、できてますよ。マシになった。そうでもフラフラしない。はい。そうで走り出す。あ、わかりました。そしたらなんか走ってる時に使えてるなみたいな感覚が出てくる。かっこいいな、なんかいいのこって。でもなんかすごい心拍数も上がっていい動きですね。心拍数を上げたいんで、ね、はい。ありがとうございます。ちょっとこれは繰り返しで笑った人は待って。ぜひ。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。